冗談じゃないわ。中卒なんて昇進も望めないし、将来性ゼロじゃん。よくそんなので今日来れたね。心臓を握りつぶされるような衝撃が胸を震わせる。合コンの席、楽しげに会話が交わされるはずの場なのに、俺は開口一番、こんな言葉を浴びせられていた。だってさ、うちの会社は大卒がほとんどなんだよ。中卒なんて悪いけど、昇進無理でしょ。確かに俺は中卒だが、そんな言い方しなくてもいいじゃないか。まあ、家庭の事情だったんだ。高校を途中でドロップアウトして、それから色々あって、声がかすれてうまく言葉にならない。まあその程度ってことよね。親のせいで仕方なく中退したとか言い訳してる人。こっちからしたらどうでもいいんだけど。彼女はそう言い放つと、ごくごくとカクテルを飲み干し、近くの男性社員たちに視線を移した。まるで、この場には私にふさわしい相手がいない、とでも言いたげに。グラスを置いて、髪をかき上げる仕草に嫌な高慢さを感じる。テーブルの下で、拳が自然と握りしめられていた。しかしその翌日、会社の人事異動の発表で、俺は社長から壇上に上がるように指示された。みんなの前で、俺の正体が明かされたのだ。俺の姿を見た彼女たちは、顔を青ざめさせる。それもそのはず。だって俺の正体は、俺は、日々野翔馬。都内に本社を構える、桜コーポレーションの営業部に所属している。桜コーポレーションは、精密機器や電子部品の設計、製造、販売を中心に手掛けるメーカーだ。スマートフォンや、車載用のセンサーなど、ハイテク産業に欠かせないパーツを国内外に供給していて、業界内ではそれなりに名の知れた存在になりつつある。俺は営業職として、クライアントとの窓口業務や販路の拡大を任されている。もっとも、華やかな商談の場ばかりかというと、そうでもなく、実際には地道な事務作業も多い。特に製造業は技術面や品質管理のチェックが厳しいから、顧客先の細かな要望を汲み取っては設計部署に伝え、そこから返ってきた見積もりを調整し、その繰り返しだ。それでも仕事にやりがいがないわけじゃない。むしろ自分が提案した製品がクライアントの業務改善に直接役立った時には言葉にならない達成感がある。社内でも日々のは熱意があると言ってもらえることが増えてきて、自分としても手応えを感じている。そんなある日の夕方、デスクで書類を整理していると、同僚の佐伯が落ち着かない様子でこちらに駆け寄ってきた。いつもは人当たりのいい笑顔を浮かべている男だが、今日はやけに焦っているらしく、声も少し上ずっている。なあ、日々の、突然で悪いんだけど、今度の合コンに付き合ってくれないか？合コン。正直、最近は仕事が立て込んでいて、あまり気乗りしなかった。しかし佐伯は、さらに小声で、断れない理由があるんだよ、と、切羽詰まった顔をして言い募る。実はさ、経営企画部の有馬部長から、日比野くんも誘っておいてって言われたんだ。下手に断ったら、俺たちが後でやばいかもしれないし、頼むよ、な。有馬部長って、ここ数ヶ月前に外部から本社に来たばかりなのに、社長の親族ってだけで、あっという間に部長職に就いたって噂の、あの人だよな。まだ30歳前半くらいなのに、次期社長候補とか言われてて、しかも女性人気が高いって話も聞く。正直、別世界の人って感じがするんだけど、すると彼は周囲に聞こえないように声を潜める。今社内で一番熱い部長に指名されるなんて、光栄なのか怖いのかわからないけど、もし断ったら部長のメンツを潰すことになるだろ。俺らが後で面倒を被るのは勘弁だしさ。頼むよ、な。そう言って頭を下げてくる佐伯を前に、俺はため息をつきつつも首を縦に振るしかなかった。男の俺をなんで指名してきたかわからないが、次期社長候補とまで噂される大物だ。ここで変に逆らっても自分のためにはならない。というか、むしろ社内人脈を広げるチャンスかもしれない。そう思い直して、俺は重い腰を上げることにした。そして合コン当日。場所は本社近くにあるおしゃれなダイニングバーだ。
落ち着いた照明の店内に足を踏み入れると、すでに何人か集まっていた。ざっと見渡す限り、華やかな服装の女性が3人ほど。聞けば、総務や経理の若手 OL とのことだ。佐伯は、お疲れ、先に軽く始めてるぞ。と言い、俺もテーブルへと案内してくれる。日比野くん、どうもはじめまして。私、神崎舞っていうの、総務部所属です。今日はよろしくね。微笑みながら名乗った舞は、目鼻立ちがはっきりしていて、一見クールな印象を与える美人だった。しかも、隣の女性たちと比較しても、どこか抜きんでて目立つ雰囲気がある。俺が簡単に自己紹介をすると、彼女は軽く会釈を返してから、へえ、営業部ってどんな感じなのと、興味深げに尋ねてきた。そうだな。製品の納期管理とか大変だけど、やりがいはあるかな。クライアントと直接やり取りできるし。そんな話をポツポツと交わしているうちに、他の女性や佐伯の連れらしき男性社員も集まり始め、合コンらしい賑やかな雰囲気が出来上がってきた。乾杯の温度を誰が取るのか迷ったが、結局、今日はせっかくだし、みんなで楽しみましょう。という佐伯の一言でスタート。ビールやカクテルを飲みながら和やかな会話が弾んでいく。しかし、ある話題に触れた瞬間、舞をはじめ女性陣の空気がガラリと変わった。きっかけは、俺の学歴の噂をどこかで仕入れたらしく、舞がくすりと笑いながら切り出してきたのだ。あれ？もしかして日比野くんって、最終学歴、あんまり高くないって噂を聞いたんだけど、ほんと？もしかして中卒だったりして、まさか、さすがにそれはないか。いや、残念ながらその通り。俺は中卒なんだよ。ピタリと空気が止まった。俺は視線を落とし、少しだけ苦笑いを浮かべた。まあ、高校に入ったはいいんだけど、家庭の事情でドロップアウトしたんだ。いろいろあって、結局この会社に就職できるタイミングをもらったってわけ。今はこうして営業を頑張ってるってところかな。一応、高校にも進学はしたんだ。だけど、家の事情がどうしようもなかった。俺は母子家庭で育って、母さん一人が工場のパートを掛け持ちして、俺を養ってくれていた。中学の頃は成績もそこそこ良かったし、奨学金を利用して高校に通う道もあったんだけど、母さんが急に体を壊して入院した。退院後も働ける状態には程遠くて、医療費もかさむ。そんな中、俺はこれ以上母さんに負担をかけたくないって気持ちが強くなった。結局、高校は1年も経たずに自主退学して、アルバイトを掛け持ちしながら、正社員登用のチャンスを探していた。今の会社に拾われたのは、そのタイミングが良かったからってだけ。最初は雑用ばかりだったけど、こうして営業としてやってこれたのは、正直運が良かったと思う。もっとも、中卒という肩書きがつきまとう限り、一生この班では消えないんだろうけど。へえ、大変だったんだね。同情とも尊敬ともつかない視線が注がれる中、舞だけは呆れたように首を振る。冗談じゃないわ。中卒なんて昇進も望めないし、将来性ゼロじゃん。よくそんなので今日来れたね。一瞬、周囲がしんと静まり返った。うちがどんなに大手だって、やっぱり学歴で出世スピードが違うじゃない？実際、うちは大卒が圧倒的に多いわけだしさ。上に行けるかどうかって、そういうとこでほぼ決まるじゃん。舞はそう言うと、手元のグラスをくるくる回しながら続ける。ほら、うちに若い部長がいるでしょ？社長の親族で、今夜来る予定の有馬部長。確か、私たちと年が2つくらいしか変わらないのに、もう部長職じゃない？しかも次期社長候補って噂もある。ねえ、それって結局、生まれと学歴が全てを左右してる証拠じゃない？彼女の鋭い物言いに、こちらとしては返す言葉も見つからない。すると、その言葉を待っていたかのように店の扉が開き、緩やかな照明の下に、長身の男が姿を現した。スーツが板についた上品な佇まいがひときわ目を引く。どうやら、他の仕事で遅れていたらしく、彼は軽く頭を下げて、周囲に謝意を示しながら、自然な足取りでテーブルへと向かってくる。みんな、遅れてすまないね。こんばんは。有馬部長は、すでに出来上がりつつある場の空気を一目で把握したのか、
控えめに笑みを浮かべて、舞たちに挨拶を交わしていく。それから、俺の前に立ち止まると、どこか柔らかい視線を向けた。君が、噂の日比野くんだね。うちの会社のために、いつも頑張ってくれてありがとう。最近は営業成績もいいと聞いているよ。営業部のエースくんがどんな人なのか、この目で見ておきたくてね。そんな、お世話になっています。俺は少しだけ身をこわばらせながら返事をする。すると、有馬部長は声を落として、しかし、はっきりとした口調で言葉を続けた。もし僕が社長の座につくようなことがあれば、学歴だけに頼らない能力主義をもっと取り入れたいと思っているんだ。どんな人でも実績を積めば正当に評価される。そんな会社にしたくてね。そうなんですか。彼の言葉は今の俺にとっては嬉しいような、むしろ胸がざわめくような複雑な響きを持っていた。俺はそっと視線を落とし、どう返せばいいのか迷う。そんな俺の心境を知ってか知らずか、有馬部長は穏やかな笑みのまま、他のテーブルの人々とも挨拶を交わすべく席を離れていった。残されたテーブルでは、舞を含めた女性陣が、やっぱり部長って素敵。あんなエリートと結婚できたら勝ち組よね。などと盛り上がっている。先ほどまで俺を小馬鹿にしていた空気はそのままに。話題はいつの間にか部長自慢にすり替わっているようだ。俺はいたたまれない気持ちになりながら、会話に参加することもなく、黙々とグラスの酒を口に運んだ。結局、その夜の合コンは終始こんな調子だった。舞からすれば、社長一族にあたる部長とたまたまでも同じ場にいるというだけでテンションが上がるのだろう。部長本人は割と誰にでも丁寧に接するタイプだが、周囲が遠巻きにチヤホヤするせいか、自然と俺なんかは蚊帳の外になってしまう。そのまま二次会にも参加する気にはなれず、会計を済ませて店を出る頃には、俺の中に重苦しいため息が溜まっていた。もっと楽しい会になると思っていたが、結局は嫌な空気を吸わされただけ。佐伯は申し訳なさそうに悪かったなと声をかけてくれたが、俺は逆に彼が気を使ってくれたことに感謝の気持ちすら抱いた。その夜はさっさと帰路に着いたのだが、まさかこの直後に行われる人事異動の発表で彼女たちの態度が一変するなんて、しかも俺自身の立場がこんなにも急激に変わるなんて、あの時は夢にも思っていなかったのだ。翌週の月曜日、朝礼の後に行われる全社ミーティングの場には、いつも以上に張り詰めた空気が漂っていた。何やら大きな人事発表があると、社内メールで告知されており、それを聞きつけた社員たちが、続々と会場へ詰めかけている。ああ、聞いたか？これって部長関連らしいけど、マジで社長交代とかあるのかな？隣を歩く佐伯が、落ち着かない様子でひそひそ声をかけてくる。ここ数日、そろそろ社長が引退を考えているらしい、だの、有馬部長が社長代理に就任する、だの、憶測が飛び交っていたが、社長の動向は依然として謎に包まれたままだ。会場にはすでに大勢の社員が詰めかけていた。壇上に目をやると、そこには社長と各取締役の姿がある。やがて、社長がマイクを手に取って話し始めた。会場のざわめきが少しずつ静まっていく。皆さん、おはようございます。お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。本日は、桜コーポレーションの未来を大きく左右する人事について、お知らせがあります。かねてより、私の体調面や今後の経営ビジョンを考え、次期社長を誰に任せるかという議論を重ねてきました。そこで、私が次期社長候補として指名する人物は、営業部所属、日比野翔馬くんです。日比野くん、壇上へ。その瞬間、場内には見たこともない衝撃が走った。誰もが、日比野って、あの中卒の日比野、嘘だろと、信じられない思いで言葉を詰まらせる。周囲の社員が、まるで固まってしまったかのように静まり返る中、佐伯は隣で目を向いていた。おい、日比野、なんだよこれ。お前いつからそんな大抜擢の話が。ごめん。ちょっと言えない事情があって、後で説明する。騒ぎ立てる佐伯をなだめながら、俺は胸の奥で大きく息を吸い込み、壇上へ向かった。皆さんには驚かせてしまったと思います。しかし、
私は血筋だけに頼る経営では、これからの桜コーポレーションは戦えないと考えました。そこで、若手の中でも特に実力と情熱にあふれる日比野くんを、私の直接の指導を受ける次期社長候補にしたいと思います。社長はまっすぐ目を向けながら、堂々とそう述べる。俺はざわめく会場を見渡し、一泊置いてから口を開いた。営業部の日比野です。急な話に驚かれた方が多いと思います。実は、先週末に社長からお話をいただきまして、正直に言えば躊躇しました。でも、社長の学歴や血筋ではなく、情熱と才能で勝負すべきという考えに、すごく共感したんです。まだまだ力不足ですが、引き継ぎの期間を通じて、しっかりこの会社のことを学んでいきます。どうかよろしくお願いします。会場の社員たちは、まだ混乱気味だが、ぽつりぽつりと拍手が起こり始めると、やがて大きな拍手に変わっていった。こうして、正式に次期社長候補として紹介された俺の日常は、一夜にして激変した。週明けの朝からというもの、社内外から社長候補と一度顔を合わせたい。せめて名刺交換だけでも、といった依頼が営業部に押し寄せる。佐伯はその調整に追われっぱなしで、昼食を取るのもままならないほどだ。日々の、俺もう参りそうだわ。開発部の連中からも、新製品プロジェクトに投資をとか言われて、そっちもお前を飲み会に引っ張り出そうとしてる。勘弁してくれよ。昼休み、デスクで頭を抱える佐伯が、半ば泣きそうな顔で訴えてくる。普段は穏やかな性格の彼でさえ、これだけ連絡が集中すれば、参ってしまうのも無理はない。ごめん、こっちも急に秘書やら、社長室やらに呼ばれて、スケジュールが全然見えないんだ。俺はスマホを取り出して、そこに登録され始めた社長候補用の新アドレスを確認する。すでに未読の件数がすごいことになっていた。これを片っ端から裁かなきゃいけないのかと思うと、正直気がめいる。しかし、もう覚悟は決まっている。学歴がどうとか言い訳して逃げ回っていたら、このチャンスを自ら潰すことになるのだ。とりあえず、今夜は開発部との顔合わせが1件入ってる。あと、他部署との連携強化って名目で、週末に懇親会が2、3って感じかな。聞いてる。そいつらになんとか日取りを調整してもらってるから、詳細が決まったら共有するよ。まあ大変だろうけど、頑張れよ。佐伯はそう言って苦笑する。彼なりに、お前を頼ってるんだぞ、というエールのつもりなのだろうが、実際には俺も、まだ慣れない重責に戸惑うばかりだ。そんな中、社長から紹介したい人がいる、と、社長室に呼ばれた。社長室は、ビルの最上階。重厚感あふれる役員フロアの奥にある。大きな扉には、桜コーポレーションのロゴと、金属製のプレートが輝いている。よく来てくれたね、日比野くん。応接ソファーに腰掛けていた有馬宗次郎社長が穏やかな声で俺を出迎える。俺も緊張を隠せないままソファーに腰を下ろし、居住まいを正した。どうだね、発表に対する社内の反響は。そう問いかける社長に、俺はわずかに苦笑いを浮かべる。いや、もう皆さんびっくりしすぎて、自分でもまだ実感が湧かないくらいです。先ほども廊下で、本当にあの日々のなのかって、何人にも言われましたよ。ははは、だろうね。急な発表だったし、何より君が中卒と聞いている社員も多いだろう。そりゃ驚くのも当然だ。でも、私は今の桜コーポレーションにこそ、君のような存在が必要だと思っているんだよ。社長はそう言って、静かに微笑んだ。柔らかな笑顔だが、その瞳には、創業者らしい強い信念が宿っているのがわかる。俺はその視線をまっすぐ受け止め、ありがとうございます。期待に応えられるよう頑張ります。とだけ返すのが精一杯だった。社長は軽くうなずくと、一息ついてソファーから腰を浮かせる。さて、一つ君に紹介したい人がいる。入ってくれ。そう声をかけた瞬間、先ほど入り口の扉を開けてくれた秘書とは別の女性が姿を見せた。仕事ができそうな落ち着いたスーツ姿に、澄んだ眼差し。肩につくほどのダークブラウンの髪が上品に揺れる。こちらを見つめるその瞳には、どこか冷静で芯の強い印象があった。彼女は有馬志保。私の孫で、
しばらく海外支社で秘書業務をしていた。今日からは君の秘書として私に代わってスケジュールや業務のサポートをすることになる。志保、自己紹介を。社長が促すと、志保は俺に向かってゆっくりと一礼した。はじめまして、日比野さん。今後、秘書としてお手伝いさせていただく有馬志保です。祖父からはしっかり支えてあげてほしいと言われていますので、どうぞ遠慮なく何でもお申し付けください。はっきりと通る声と無駄のない所作。俺は一瞬見とれてしまいそうになるが、慌てて頭を下げる。よろしくお願いします。秘書なんて初めてのことで、右も左もわからなくて、ぜひ力を貸してもらえたらありがたいです。そう言うと、彼女はふっと微笑みを浮かべながら言葉を継いだ。私、兄からあなたの噂はよく聞いているんですよ。うちの営業部にすごい奴がいるって。兄って？兄は部長をしています。最近本社に来たばかりなんですけど、有馬部長といえばわかるでしょうか。まさか、あの噂の若き部長の妹が俺の秘書になるとは。思わぬつながりに驚きながらも、俺は急いで頭を下げる。そうなんですね。こちらこそどうかよろしくお願いします。志保は、もちろんですと小さくうなずき、控えめに微笑んだ。その姿に、この人はきっとやり手なんだろうな、と直感的に思う。少なくとも、俺のように緊張でぎこちなくなる様子は全くない。長年の秘書経験があるというし、たとえ社長の孫であっても、実力で今のポジションを得たのだろう。それから、社長との話を小1時間ほど終え、失礼しました、と社長室を出た。その瞬間、どっと疲れが押し寄せる。想像以上に神経を使ったのだろう。廊下を数歩進むと、思わず深いため息が漏れた。エレベーターで営業フロアに降り立つと、いつも穏やかな佐伯が汗だくになりながらこっちへ駆け寄ってきた。日々の悪い。今大至急で通さなきゃいけない決済書類があって、ちょっと手伝ってくれないか？決済書類？まあいいけど、そんなに急ぎなのか？実は、俺が担当してた案件なんだけど、手違いでデータを一部飛ばしちゃってさ、ほら、先方からの修正依頼は受けてたんだけど、正式な書式に落とし込むのを忘れてた。で、今日中に決済を取らなきゃ先方が困るって話なんだよ。佐伯は大きく息をつきながら、申し訳なさそうに頭を下げる。まったく、このごたごたの中で余計な仕事が舞い込むとは。だが、困っている同僚を放っておくわけにもいかない。わかった。俺にできることなら手伝うよ。それで、まずはどうすれば？書類の最終チェックをしてもらいたいんだ。正直、俺一人だと今日中に仕上げられるかどうか、ギリギリなんだ。で、この書類を回す先が、経理部の神崎さんだ。頼めるか？神崎さん。あの人か。なるほどね。わかった。とりあえず書類貸して。頼む。後で何でもおごるからさ。そう言って、佐伯から受け取った書類は、案の定細かい修正依頼がいくつも走っていて、すぐには通りそうにない雰囲気だ。だが、ここでごねている時間もない。俺は急ぎ書類に目を通してから、経理部のフロアへと足を運んだ。失礼します。神崎さんはいらっしゃいますか？受付デスクに声をかけると、奥にいますよ、との返答。指定されたデスクに向かうと、舞が腰掛けていた。パッチリとした目元にパリッとしたスーツ。仕事ができそうなオーラを放ちながら、パソコンの画面とにらめっこしている。神崎さん、すみません。営業部の日比野です。至急でお願いしたい決済書類をお持ちしたんですが、俺が声をかけると、神崎はさっと顔を上げ、こちらを見た。あら、社長様がわざわざうちなんかに来てくれるとは、私でよろしいんですか？勘弁してくださいよ。社長様はまだ早いです。ただ、これどうしても今日中に決済を通さないといけない案件で、お力を貸してもらえますか？あなたが担当と聞いたもので。神崎は、しょうがないですね。と小さく笑いながらも、すぐに真顔に戻って書類を受け取る。その目はプロらしく、書類の要点を素早くチェックしており、脳内で構成を組み立てているのが伝わってくる。わかりました。急ぎですよね。じゃあ作業に入りますので、少し時間いただいてもいいですか？ええ、もちろん。こちらも本当に助かります。そのまま彼女は無駄口を叩くこともなく、
キーボードを叩き始めた。それから1時間後、もともと想定していたよりずっと早いタイミングで彼女が書類の再チェックを終えてくれた。俺が営業部のデスクに戻って間もなく、舞が軽快な足取りで資料を抱えてやってくる。はいこれ。修正箇所を反映しておきましたから、これで通るはずです。もう終わったの。ありがとう。助かった。すごく早いね。急ぎって言うから頑張りましたよ。おかげで今日は残業確定だけど、まあ仕方ないですね。そう言って軽く肩をすくめる彼女の表情には、どこか達成感のようなものが滲んでいる。本当に申し訳ない。マジで助かったよ。あと少しで提出時間ギリギリだったし。気にしなくていいですよ。それが私の仕事ですから。それじゃあ、お疲れ様。さらりと言い残して、舞はきびすを返した。背筋が伸びた姿勢からは、仕事を完璧にこなすという自負が伝わってくる。決して愛想がいいわけではないが、こういう人が社内にいるからこそ、ギリギリの案件でも回っているんだろう。仕事はちゃんとしてるんだな。思わず、そんな言葉が口をついて出る。書類決済を済ませてデスクに戻り、気づけばすっかり日も暮れていた。なんだかんだでバタバタと残業になるのはいつものことだが、今日は格段に疲れを感じる。そう思いながら書類をまとめてカバンに入れ、よし帰るかと腰を上げた。オフィスにはまだ数名が残っているようだが、パソコンに向かったまま集中しているのか、ほとんど会話が聞こえない。ひそやかなキーボードの音だけがフロアに響いていた。エレベーターホールへ向かいボタンを押す。しばらくして同じタイミングで現れたのが、先ほど書類を仕上げてくれていた舞だった。遅いですね。まあね、いろいろ急ぎの仕事があって。そう言うと、舞はわざとらしく鼻を鳴らす。誰かさんのせいでね。ほら、今日中に仕上げろって案件持ってきたじゃない？あれは本当に悪かった。助かったよ。エレベーターが到着する音がして、二人で乗り込む。中には他に誰もいない。妙に静まり返った空間に軽い緊張感が漂う。ドアが閉まり、ゆっくりと加工を始めたところで、舞がぽつりと切り出した。ねえ、私のこと笑ってるでしょ？なんで？思わぬ問いかけに首をかしげると、舞は少しだけ顔を伏せ、唇を尖らせる。あの時、本当はもう次期社長が決まってたんじゃないの？合コンの時、何も知らない私が中卒なんてって散々言ってたのに。ああ、そういうこと。まあ、社長から打診されていたのは事実だけど、まだ公表前だったからさ、言えるはずもなかったんだよ。すると彼女は、ほんの一瞬視線をそらして唇を噛む。合コンで、中卒の俺を見下すような言葉を放っていた彼女にすれば、今更言葉を覆すのも気まずいだろう。それより君、仕事はちゃんとできるんだな。はあ？何よそれ。どういう意味よ。ぴしゃりとした声色に少しだけ困ってしまう。いやさ、合コンの時の態度を思い出すと、勝手に適当な人かと思ってたってだけ。ごめん。俺が苦笑い混じりに言うと、舞は思い切り鼻を鳴らした。失礼ね。仕事はちゃんとするわよ。私たちが生き残っていくためには、結果を出し続けないとダメなんだから。生き残っていくためには？そう。学歴ある人は黙ってても昇進するじゃない？でも、私みたいなのは、人一倍頑張らないと上にはいけないのよ。これは女性としても同じ。結局、誰と結婚するかで人生変わるところがあるんだから。私ももう28だし。だから、合コンだって命がけなのよ。人生かかってるんだから。だから、私はあの時の態度、謝らないわよ。言葉はきついが、そこには舞なりの切実さが滲んでいる。俺はふと、同じような悔しさを抱えていた自分自身を思い出した。何がおかしいのよ。いや、なんだか自分を見ているようで、俺も中卒って馬鹿にされてきたから、誰よりも仕事を頑張った。その結果が、今こうして社長候補なんてことになっちゃったけど、やっぱり、誰かがちゃんと見てくれてたんだろうなって思うんだ。舞は目をパチパチさせ、少し困惑した様子を見せる。もし俺が本当に社長になったら、この学歴主義は取っ払おうと思ってるんだ。能力があればきちんと評価されて上に行けるように。誰と結婚するかでしか
人生を変えられないなんておかしいだろ。彼女はしばし沈黙し、エレベーターのモーター音が耳に染み込む。やがて小さな声で、そうなのとつぶやいた。たださ、人柄も当然考慮されるんだよ。組織で働く以上、他者とうまくやれるかどうかも大事だから。はぁ？それ私のこと言ってるわけ？さてどうかな。今のままだと。ちょっと、失礼じゃない？そう言い合いながらも、二人して思わず吹き出してしまう。先ほどまで張り詰めていた空気が、ふっと和らいだ気がした。その時、不意に舞のお腹が、ぐーっと控えめな音を立てる。何その音。俺が思わず失笑しかけると、彼女は顔をあからめながらそっぽを向いた。仕方ないじゃない。今日は昼抜きだったのよ。ずっとバタバタしてたし、食べる暇なんてなかったんだから。なんだかんだで彼女も大変だったのかもしれない。さっきの残業騒動もあるし、ちょっとした罪悪感を覚えつつ、俺は軽く肩をすくめる。そりゃ悪かった。じゃあ何か食べてく。さすがに空腹で倒れられたら困るし。いいの？途端に舞の瞳がパッと明るくなる。俺も腹は減ってるしな。ついでだよ。何食べたい？彼女は一瞬考え込んだ後、にこりと笑みを浮かべる。じゃあ私、あそこのイタリアンがいい。知ってる？駅前の角にある、ちょっとだけおしゃれなお店。ずっと気になってたんだけど、行く機会なくて。あれか。はいはい、わかったよ。じゃあ行くか。こうして、気まずい雰囲気だったはずの俺たちが、なぜか連れ立って食事に行くことになった。エレベーターホールから外へと続くドアが開き、夜風がさらりと肌を撫でていく。そのまま、二人でビルの出口へ向かおうとしたとき、日比野さん。後ろから凛とした声がかかる。振り返ると、そこには秘書の志保が立っていた。薄手のジャケットを羽織り、書類を小脇に抱えた姿は、夜の照明の下でも隙のない佇まいだ。志保さん、まだ残ってたんですか？はい、ちょっと確認したいことがあって、今なら、日比野さんも時間あるかと思って、お声掛けしました。今？はい、業務のことでどうしても直接お話ししたくて、どこか落ち着けるところに移動しましょう。横で聞いていた舞が、わざとらしく肩をすくめてみせる。へえ、ずいぶんお忙しいのね。次期社長様は。すると、志保は軽く頭を下げ、舞にも丁寧に会釈する。神崎さん、先ほどは経理の件ありがとうございました。また別途ご連絡差し上げますね。一瞬何か言葉をかけようとする俺に気づいたのか、舞は軽く手を振ってみせる。別にいいよ。仕事なんでしょ。じゃあお先に失礼するわ。悪いな。そう口をつくものの、彼女はすぐにきびすを返す。その背中を見送る俺を横目に、志保が静かに微笑んだ。それでは、行きましょうか。戸惑いを引きずりつつ、俺は仕方なく志保に従う。頭の中には、舞が残したほんの少し寂しそうな表情が焼き付いて離れなかった。数日後、俺は早速、社内の大きな会議に出席することになった。議題は、今後の人材登用の方向性について。桜コーポレーションは一族経営を基盤として成長してきた歴史があり、特に幹部クラスは創業家や親族、さらには名門大学出身者が大半を占めている。俺のような中卒が急にトップを目指す。それだけで反発を覚える人間は少なくないはずだ。実際、会議が始まってほどなくして、俺は一部の役員たちから激しい意見を浴びることになった。我が社は伝統と実績でここまで大きくなった。一族経営の良さを捨ててまで、中卒の若者に経営を任せる必要があるのかね。どこか嫌味を含んだ口調に、苛立ちを感じつつも、今はむやみに反論せず、まずは話を聞くしかない。社長は基本的に俺を擁護してくれるが、相手も一族の重鎮や古参の取締役が多い。これから彼らと協力していくには、一方的にやり合うのではなく、まず現状を理解し、落としどころを探す必要がある。正直気がめいる。でも、これが上に立つってことなんだ。会議が終わる頃には、ヘトヘトに疲れ果てていた。隣に座っていた志保が、お疲れ様でした。まずはこんなものですよ。と耳打ちしてくれたが、部屋を出た瞬間、肩の力が一気に抜けるのを感じる。これが毎日続くのか。
先が思いやられる。もっとも、次期社長候補として引き継ぎ作業も山盛りだ。昼間には経営会議、夕方には社内会議や資料チェックなどが詰め込まれ、気づけば残業コース、営業部の仕事をこなしながら、社長室や秘書との連絡も欠かせないとなると、さすがにキャパシティを超えそうになる。そんな俺の姿を見かねたのか、帰り際、デスクに向かっていたところで声をかけてきたのは舞だった。ねえ、この前の追加分の資料、修正終わったから持ってきたわよ。ああ、ほんと。助かる。この間までやってた案件のやつか。そう。これがあればだいぶスムーズにいくと思う。残業になっちゃったけどね。そう言いながら、舞は資料を俺の机に置く。こうやって、さりげなくサポートしてくれるのは正直ありがたい。本当にありがとう。君のおかげで助かったよ。別に大したことしてないって。それより、ほら、ちゃんと飲んでおきなさいよ。そう言って、彼女が差し出したのは、小さなエナジードリンクの缶だった。デスク周りに雑多なものが増えていた俺は、驚いた顔をしてそれを受け取る。何これ？舞は呆れたようにため息をつき、俺の顔をじっと見つめた。何って、顔色がすっごく悪いのよ。自覚ある？確かに、最近ちょっと疲れが溜まってるかも。勘違いしないでよね。あんたには社長になってもらわないと困るから。体調崩されたら、私が出世できないのよ。そっか。まあ、ありがたくいただくよ。そっけないようで、どこか不器用な気遣いが嬉しい。俺は苦笑いしながら、エナジードリンクの缶を開けた。甘い香りに、ほんのりカフェインの苦味が混ざって、疲れた体が少しだけ軽くなる気がする。じゃあ、私そろそろ上がるから。残りの仕事、ほどほどにしときなさいよ。そうだな。今日はありがとう。おかげで助かった。そう言って、彼女がキビスを返しかけたとき、ふと心に浮かんだ衝動が口をついて出た。そうだ、今日こそご飯でも行くか。いつもバタバタしてて結局流れちゃってたし。今から？いや、無理ならいいんだけど、来週から俺、部署を離れるだろ。もうこうやって雑談する機会も減っちゃうと思ってさ。俺の言葉に、舞は驚いたように目を瞬かせる。それから小さく息をついて、照れ隠しなのか、少しだけ視線を外した。そうね。私も暇ってわけじゃないけど、まあたまには一緒に食事してあげてもいいわよ。そう言って、ちらりと俺を見上げる瞳がどこか柔らかくて、思わず胸がじんわりと熱くなった。そして夜、ちょうどオフィス街が退勤ラッシュで賑わう時間帯。俺たちは会社を抜け出し、前に舞と行く予定だったイタリアンへ足を運んだ。ここ、いい感じだな。でしょ？口コミの評判いいし、一度来てみたかったのよね。彼女は早速ビールを一杯頼んでグラスを傾ける。俺もそれに倣ってビールをオーダーすると、程よく冷えた液体が喉をスッと通っていき、思わず肩の力が抜ける心地よさを感じた。はあ、やっぱり仕事終わりにはこれだよな。ほんと、いつもバタバタしてばっかりだし、ちょっとくらい息抜きしてもいいわよね。軽い乾杯を交わし、料理が運ばれてくると、舞は早速フォークを手に取る。パスタにピザ、サラダといった定番メニューの匂いがたまらなく食欲をそそる。彼女も、ちょっと食べ過ぎかも、なんて言いながら、嬉しそうに口へ運んでいる。はあ、でも今日も腹立ったわ。うちの課長、いい大学出てるってだけで威張り散らしてさ、何かあると学歴の話ばっかりなんだよね。東大卒の俺が言うんだから間違いないって感じで、本当にムカつく。そう言って、ビールをぐいっと流し込む。でも、神崎も大卒なんだろ。どこ出てるかは知らないけど、同じように言い返したりしないのか？俺が何気なく尋ねると、舞はふとフォークを置き、苦笑いを浮かべる。私は高卒よ。大学なんて出てない。行く余裕もなかったしね。だから、課長みたいにいい大学出てるわけでもないし、返す言葉もないわよ。そうなのか。勝手に大卒かと思ってた。驚いた俺に、舞は肩をすくめてみせる。県立高校のいいところ出たんだけどね。私妹と弟がいて、家計を支えるためにも早く働きたかったのよ。私なんか特別な大学も出てないから、人一倍頑張らないと登れないのよ。でも別に暗い話じゃないわよ。家族には感謝してるし、大好きだし。
クールに見える彼女が、そんな思いを抱えていただなんて、大変だっただろう。俺も中卒で、バイト掛け持ちしながらどうにか正社員のチャンス探してたから、気持ちはわかるよ。ビールを一口飲みながら、俺はそう素直に言葉をこぼした。そう。だから私、いつも思ってるの。学歴が低くたって、あんたたちより仕事できるってね。そうじゃないと、生き残れないから。舞はテーブルの上で軽く指を組み替えながら、少し誇らしげに唇を歪める。でもあなた、すごいよね。中卒なのに、まさか社長になっちゃうんだもん。いや、まだなるって決まったわけじゃないんだろうけど、一体どんなことをしたら社長に推薦されるわけ？その瞳には素直な興味と少しばかりの尊敬の色が滲んでいる。社長が俺を見初めてくれたのは覇気があるって理由らしい。なんだそれって思ったけど、見ていてワクワクするって言われたんだよ。最初は冗談かと思ったけど、どうやら本気だったみたいで、俺はその時のことを思い出した。大手企業から新しいプロジェクトを受注するチャンスが回ってきた。その企業は製品の品質問題を抱えており、そのせいで納期の遅れやコストの増大が常に問題になっていた。そこで俺が提案したのは、製造工程自体を改善するための新しいセンサーを導入するというものだった。具体的には現場の設備にセンサーを取り付け、リアルタイムで製造状況をモニタリングできるシステムを提案した。そのセンサーで製品が不良品に至る前に製造ライン上で問題を検出し、即座に修正できるようにしようというアイデアだ。それをまとめたプレゼン資料を作り、当日の商談で提案した。商談が終わった後、社長から電話がかかってきた。その時、社長が言った言葉が今でも忘れられない。君の提案、見ていてワクワクしたよ。まさに君の意気込みが伝わってきた。そして、その提案がクライアントに採用され、大きな契約につながった。俺はその時に気づいた。社長が求めていたのは、単に数字や結果だけではなく、どんな姿勢で取り組んだのか、そして、どれだけその提案に自分の情熱を込められたか、だったんだ。それが俺に対する評価につながったんだと思う。へえ、社長もなかなか見る目あるのね。と、舞が軽く笑いながら言った。彼女のその言葉に、俺は少しだけ照れくさくなって視線を外してしまった。でも、あんたが社長に見初められた理由、なんとなくわかる気がする。どういう意味？だって、あんたは結局は結果を出してきたわけでしょ？それが一番大事なことだと思う。だって、学歴とか血筋じゃなくて自分の実力を示してるんだもん。それってすごいよ。その言葉に、俺は少しだけ胸が熱くなるのを感じた。ありがとう。なんか、そう言ってもらえると、自分がやったことが間違ってなかったんだなって思えるよ。まあでも、これからがもっと大変そうだけど。そうだな。でも、神崎みたいな頑張り屋が現場にいてくれると、本当に助かるよ。これからもよろしくな。少し照れくさくて、つい言葉を詰まらせてしまった。舞は一瞬、目を大きく見開いた後、小さく鼻を鳴らしながら言った。何言ってるのよ。まだ社長じゃないっていうのに。そうだな。まだまだこれからだな。俺がそう言うと、どちらからともなく二人で笑った。その後、食事を終えて店を出て、駅まであと少しというところで、舞が突然振り返った。あ、なんていうか、連絡先聞いてもいい？舞が少し照れくさそうに、でも真剣な眼差しで俺に向かってきた。いいよ。舞がほっとしたように微笑んだその瞬間、俺はふと心が温かくなるのを感じた。あの笑顔が今まで見たどの笑顔よりも特別に感じられて、なんだか胸が高鳴った。翌週から本格的に社長業の引き継ぎが始まった。スケジュール帳を開けば、朝から晩まで打ち合わせや会議、取引先とのアポイントがびっしりと詰まっている。ほんの数週間前までは営業の予定を書き込むだけでそこそこ埋まっていた程度だったが、今ではページの隅々にまで黒々とスケジュールが書き込まれ、余白らしい余白がない。まさか、こんなに忙しくなるなんてな。ため息混じりにつぶやきながらも、これが次期社長候補としての新たな日常なのだと改めて実感する。その時、ふと気配を感じて顔を上げると、秘書の志保がすぐ近くに立っていた。
資料を小脇に抱えたまま、キリリとした表情で俺を覗き込んでくる。日比野さん、少しお疲れのようですね。大丈夫ですか？まあ、なんとか。そう答えながら苦笑いを浮かべると、彼女はすっと手を伸ばした。あ、ネクタイが少し曲がってます。失礼しますね。言うが早いか、俺の胸元に軽く手を添え、器用に結び目を直し始める。見慣れた仕草のはずなのに、胸がドキリと高鳴ってしまう。これで大丈夫です。はい、バッチリですね。嬉しそうに微笑む志保。距離が近くないか？俺は思わず視線をそらしながらネクタイを引っ張ってごまかす。ありがとう。いえ、私の仕事ですから。それよりこの後、役員会議ですよね。資料の最終確認をしたら、先に会議室へお送りしますので、少し休んでからいらしてください。すべてを把握した上で先回りして動く。これが、志保の秘書力なのだろう。わかった。ちょっと落ち着いてから行くよ。そう言いながら時計を見やると、会議開始までもうあまり時間がない。俺は背筋を伸ばして深呼吸し、せわしないスケジュールと新たな日常を受け止めるようにデスクを後にした。その後も連日、朝から晩まで予定がぎっしりと詰まる日々が続いた。だが、献身的な秘書、志保のサポートのおかげで、俺はなんとかこの新しい生活に適応しつつあった。彼女が段取りを組み、スケジュールの微調整や書類の整理をしてくれるおかげで、激務の合間を縫って食事や休息を取ることもできている。徐々にではあるが、次期社長候補としての立ち回りや、社内外との対応にも慣れてきた。まだまだ戸惑うことは多いが、社長業の引き継ぎに奔走する毎日は、確実に俺を成長させている。そんな手応えを感じ始めた、矢先のことだった。会社全体を揺るがすトラブルが起きた。どういうことですか？昼下がり、緊急ミーティングということで集められた役員、部長クラスたちの前で、コンプライアンス担当役員が深刻な表情で説明している。実は、先日社外費の新製品情報が何者かに流出し、競合他社に渡っている可能性があります。まだ確証はありませんが、外部の取材を受けた記者から桜コーポレーションが開発中のセンサー技術について不自然な問いかけがあったそうで、会議室には緊迫した空気が充満する。これは下手をすれば企業の信用を大きく失墜させる重大インシデントだ。役員の一人が拳を握りしめながらうなった。どうしてこんなことに？しかも社長もまだ情報を極秘にしていた段階だぞ。叱るべき筋から漏れたのかもしれないが、誰がどうやって？技術部か、それとも営業部？ざわざわと声が上がる中、誰かが言い放つ。そもそも、新製品情報を最も詳しく把握していたのは、次期社長候補の彼じゃないか。最近社長直下で、技術部や開発部のデータも見ていたと聞くし。一瞬、視線が一斉に俺へ向かう。いや、ちょっと待ってください。俺が情報を漏らす理由なんてないじゃないですか。思わず立ち上がって否定する。すると、別の役員が嫌みったらしい口調で続けた。理由？中卒で苦労してきた君が、何か金に困っていて情報を売ったとか、そういう可能性は考えられないのか？そんな。言葉を失った俺を見て、さらに追い打ちをかける声が飛ぶ。だから言ったじゃないか。中卒なんて信用できない。学歴だけの問題じゃない。育ちに問題があるんだろう。任命責任も大きいぞ。今のうちに解雇なり、処分を下しておかないと、社外の目もある。そんな乱暴な。社長がすぐに俺をかばうように声を上げる。落ち着きたまえ。まだ真相もつかめていない段階だ。勝手なことを言うのはやめろ。第一、翔馬くんがそんなことをするはずがない。すると、奥の席に座っていた有馬部長がゆっくりと立ち上がった。上背のある彼は周囲をぐるりと見回してから静かに社長を見据える。おじい様、失礼を承知で申し上げますが、今回の件は情報管理体制の甘さだけでは済まされません。中卒の若者を次期社長に推すというあまりにも拙速な人事が裏目に出た可能性はありませんか？その瞬間、社長の表情がこわばった。部長はさらに言葉を続ける。仮に翔馬くんが潔白だとしても、任命した責任は免れないでしょう。社長が血筋に頼らないとおっしゃるのは結構ですが、それで会社全体が揺らいでは元も子もありません。これは企業としての信用問題ですし、
株主や取引先への説明も必要になる。つまり、任命責任が問われるんです。おじいさまとはいえ、会社のためなら、厳正に対処せざるを得ない、と私は思いますが。陶式、お前。社長の低く震える声に、会議室内の空気がさらに凍りつく。社長、私としても真偽を確かめる必要があるとは思っていますが、会社としてのメンツを守るためにも、叱るべき判断はお早めにお願いしますね。部長の冷然とした言葉に、社長が唇を噛み締める。だが、明確な反論材料もなく、結局この場では結論を出せないまま、会議は一時中断の流れとなった。では、後日調査委員会を設けるということで、一旦はここまでとします。事務的な司会の声が響くと同時に、一同は重々しい足取りで会議室を出ていく。俺はその場に立ち尽くし、悔しさで拳を握りしめた。まさか、こんな形で疑いをかけられるなんて。翔馬くん、気に病むな。調査が進めば、無実は証明されるはずだ。社長が俺の肩に手を置き、力強く言う。しかし、その横では有馬部長が不敵な笑みを浮かべていた。一度呼吸を整え、自分に言い聞かせる。焦ってはいけない。必ず何か手がかりがあるはずだ。情報漏洩があったとされる期間。そのファイルにアクセスできた人間は限られている。俺が扱ったデータは電子管理されており、アクセスログが残っているはず。開発部や技術部への立ち入り、あるいは社内サーバーの監査記録などを調べれば、真犯人が浮かび上がるかもしれない。日比野さん、失礼します。そこへ、秘書の志保がドアをノックして入ってきた。有馬部長からの通達です。情報漏洩の疑いがあるため、一時的に次期社長候補の職務を停止すると。やっぱりそうきたか。思わず拳を握りしめる。胸の奥にふつふつと湧き上がる熱い決意を抱きながら、真犯人を突き止めることを誓ったのだった。自宅謹慎。言葉だけ聞けば少し休みができたくらいの響きかもしれないが、実際はそうのんびりしていられる状況ではない。俺の容疑は極秘データの漏洩。もしこのまま黒と決めつけられたら、仕事どころか人生すら棒に振ることになるかもしれない。あの会議から数日が経ったが、社内調査委員会が動き出す一方で、俺は次期社長候補の職務を停止され、自宅待機を命じられた。部外者扱いされたままでは、満足に反論もできない。こんな形で黙っていられるほど、俺はおとなしくも、諦めのいい人間でもない。その時、スマートフォンの着信音がけたたましくなる。画面に表示された名前は、神崎舞。ちょっと、どういうことよ。なんであんたが疑われてるのよ。電話口から聞こえる声は、予想通り土器を含んでいる。俺は苦笑交じりに答えた。まんまと犯人扱いされてるってわけ。はぁ、ふざけてるわね、まったく。舞は不満げに吐息を漏らす。なあ、神崎、お前は、俺を疑ってないのか。ほんの少し躊躇してから、俺は意を決して問いかける。すると舞は、即答するように言葉を返した。はぁ、何言ってんのよ。疑うわけないじゃない。私が見てきたあんたは、そんな裏切りをするような人じゃないってわかってるもの。そのあまりにもはっきりとした言い方に、不意打ちを食らったように胸が熱くなる。ありがとう。そう言ってもらえると気が楽になるよ。当然でしょ。あんたは仕事で結果を出す人間だし、私よりよっぽど根性あるんだから、誰が何と言おうと、私はあんたを信じるわ。彼女の言葉が胸に染みた。誰もが俺を疑う中、こうはっきりと信頼を示してくれる人がいるなんて。だが、それでもこの状況を打開するには、決定的な証拠をつかむしかない。実は、頼みたいことがあるんだ。頼みたいこと？舞が怪訝そうに声を潜める。ここから先は、電話越しだとリスクが高い。俺は意を決して提案した。詳しくは直接会って話そう。今夜時間作れないか。なるべく人目につかない場所がいい。わかったわ。じゃあ会社近くの桜ビルの裏手にある駐車場。あそこなら人気もないし。助かる。じゃあ21時頃に。夜、指定した時間に桜ビルの裏手へ回ると、すでに舞が待っていた。俺は周囲に人の気配がないのを確かめると、意を決して口を開く。会社の PC に不正アクセスして、誰かが俺を陥れようとしている証拠をつかみたいんだ。舞は
ため息混じりに首を横に振った。やれやれ。私もある程度予想はしてたけど、正直グレーどころか真っ黒な手段よ。見つかったら私まで首か。下手したら損害賠償まであるかも。わかってる。その時は責任を取るよ。責任ってどうやって？舞が少し苛立ち混じりに問い返す。ここが勝負どころだと腹をくくった俺は、はっきりと言い切った。自分の潔白が晴れて、社長候補に戻れたら、君の地位は俺が保証する。今はまだ部下扱いだけど、昇進させてやるよ。なんなら役付きだっていい。思わぬ提案に、舞は一瞬ポカンと目を丸くする。そこから数秒遅れて、彼女は吹き出すように笑い始めた。はあ？意外と自信あるのね、社長候補様。ちょっと前まで自分なんて中卒だからなんて言ってたくせに。まあ、ここでくじけてたら、本当に終わりだからな。俺だって本気だよ。舞は肩をすくめながら、わざとらしくため息をつく。いいわ。うまくいったら役付きにしてよね。それなりに魅力ある話だわ。あんたが社長になれるなら、の話だけどね。話は決まりだな。ええ、バレないようにやらなきゃね。ちょっとだけ、やる気が出てきたわ。そう言うと、舞はあたりを警戒するように目を走らせながら、スマホを取り出す。今夜、会社のセキュリティが甘くなる時間帯があるの。夜勤の警備員が巡回に出る21時半から22時の間がチャンス。オフィスに残業してる社員がいなければ、その間に PC へアクセスできるわ。了解。大丈夫なのか？大丈夫かはわからない。でも、やるしかないでしょ。あんたの言う役付きがどんなのか興味あるし。そう言って、笑う舞の表情はいつになく生き生きとしていた。それから30分後、俺たちはひっそりとビルに入る。警備員がいないタイミングを狙い、エレベーターでオフィスフロアへ。廊下の照明は落とされ、人気のないオフィスはいつもより広く感じられる。行くわよ。巡回の警備員が戻ってくる前に通らなきゃ。ゲートに来ると、舞はコートの内ポケットから薄いカードを取り出した。会社の来賓用 ID よ。社外の取引先がお忍びで来るときなんかに使うやつ。期限が残ってるのを総務の机で見つけたんだけど、まあ、管理が甘いのよね。舞はセキュリティゲートの読み取り部へカードをかざす。ピッと電子音が鳴り、しばし沈黙した後、扉がゆっくりとスライドして開いた。よし、通れたわね。行くわよ。二人して足早に社内ネットワークのアクセスが可能な PC に向かう。舞が手際よく操作すると、すぐに端末へログインできた。やっぱり、開発プロジェクトのフォルダは厳重にパスワード保護されてるわね。でも、私が経理部でよく使うルートを経由すれば、二段階認証をすり抜けられるはず。言いながら、彼女は複数の画面を切り替え、端末とサーバーを行き来する。数分後。これって、モニターに浮かび上がったログを見て、舞は思わず息を飲んだ。どうした？ここ、アクセス時刻がおかしい。しかも、こんな形跡があるのは普通じゃない。誰かがわざと改ざんしてるみたい。それも、あんたの ID が犯人に仕立てられるように。やっぱり、そうだったんだな。そして俺たちは、真犯人にたどり着く。まさか、あの人が犯人だったなんて。あれから数日、自宅謹慎中だった俺は、念入りに証拠を固めた。そして、迎えた役員会当日、社長や重役たち、主要部署の部長クラスまでもが集まる場で、俺は全てを明らかにする時を迎えた。では、まず先日の情報漏洩疑惑についてですが、私個人の調べにより、ある決定的な事実が判明しました。俺が手元の資料に目を落とし、はっきりとした口調で切り出すと、ざわめきが会議室中に広がる。結論から言います。今回の漏洩を引き起こした真犯人は、社長秘書を務めていた有馬志保さんです。一瞬の静寂。全員が言葉を失ったように固まる。すぐに低いざわめきや疑問の声が吹き出し、会議室は大きく揺れた。バカな。志保さんが犯人？ありえない。席上には、志保も同席していたが、その瞳にはわずかな焦燥が見えるだけで、かつての秘書然とした落ち着きは見えなかった。彼女は身動きもせず、唇を結んだまま黙り込んでいる。社長が険しい表情でテーブルを見やり、俺に視線を向ける。翔馬くん、
それは確証のある話なのか？はい。これがアクセスログの解析結果です。漏洩が疑われるファイルへ私の ID でアクセスされた形跡がありますが、実際には志保さんの端末とアカウントが使われていました。改ざん後の痕跡も含め、すべて裏を取りました。そう言って提示した資料に、会議室の重鎮たちは、さらにざわつく。志保、なぜこんなこと？社長は信じられないという風に顔を歪める。冷たい視線が志保に向けられる中、彼女はついに小さく口を開いた。なぜですって？おじい様にはわからないんですか？私たちがどんな気持ちで、どれほど一生懸命にやってきたか。抑えようとしても、滲み出る怒りと悲しみ。それは静かな会議室に痛いほど響いていた。生まれた時から、この会社で活躍することを夢見てきたんです。周りは一心に期待の目を向けて、失敗なんて許されない。有馬の娘、社長の孫、七光なんて言われないように、私たちはずっと努力してきた。兄もそう。なのに、それをいきなり部外者の、しかも中卒の人に明け渡せと言われて、受け入れられるわけがないじゃないですか。志保の声は震え、瞳にはかすかな涙が滲んでいる。いつもは秘書然とした落ち着きを崩さない彼女が、ここまで感情をあらわにするなんて、よほど追い詰められているのだろう。会議室には緊張した空気が漂い、誰もが息を飲んで成り行きを見守っていた。その場にいた有馬部長が、こらえきれない表情で立ち上がる。もういい、志保。これ以上は俺が話す。志保の肩に手を置き、深く息をついてから、視線を社長へ向けた。社長、今回の一件で志保を追い詰めたのは、私にも責任があります。あの子の言う通り、私たち有馬一族は、周囲からの期待を一身に背負い、七光と言われないよう一生懸命に生きてきた。私もそうです。次期社長候補として、誰にも弱みを見せられないまま、プレッシャーに耐えてきたんです。そんな時、唐突に、血筋ではなく実力だと言われて、これまでの頑張りを全部無視されたように感じてしまった。強い語気で語るわけでもないが、その声には長年の苦悩と焦燥が滲み出ている。会議室の雰囲気が重苦しく変化し、全員が二人の言葉に耳を傾ける。すると社長が、静かに目を伏せたまま唇を引き結ぶ。としき、志保、お前たちが頑張ってきたことは、私もよく知っている。もちろん血筋というものを完全に否定したわけじゃない。ただ、桜コーポレーションがこれから戦っていくには、血のつながりだけに頼るのではなく、新しい視点も必要だと思ったのだ。私たち一族がこれまで培ってきたものも決して無視したつもりはない。そこまで言うと、社長は昔を振り返るように少し遠くを見つめた。そして、ゆっくりと言葉を継ぐ。正直な話、私ももう年を取ってしまったのかもしれん。仕事をしていても、ある程度はどうなるかが見えてしまうんだ。昔はどんなプロジェクトでも、胸が弾むようなワクワク感があった。それが最近はどうも薄れてね。部屋を包む沈黙を破るように、社長は俺の方へ静かに視線を向ける。だが彼は違った。いつも私の想像の上を行くんだよ。何かを渇望しているかのように、まっすぐ前だけを見て走っていく。私はそれを見て、ああ、これが若さというものかと、久々に胸を高鳴らせたんだ。それはもしかすると、上なのかもしれない。そして、私たち一族にはもう、失われつつあるものだと感じた。その言葉に、部長と志保はただ息を飲んで社長の顔を見つめている。わかるか？やり尽くした気持ちになって、先が見えてしまった我々と、まだ見ぬ地平を追い求められる若者。その違いは何より大きいんだ。私は、その渇きを持った人間こそが、この先の桜コーポレーションを引っ張るべきだと思っている。そう穏やかに諭す社長の瞳には、祖父としての優しさと、経営者としての確固たる信念が共存していた。おじいさま。志保がか細い声でつぶやく。部長もうつむいたまま、苦しそうに拳を握りしめていた。私が、お前たちを正しい方向へ導いてやれなかったのかもしれない。だが、もうこの件は見過ごせない。責任はきっちり取ってもらう。わかるな？社長の低く響く声に、としきは深い短足を漏らしてうなずく。それを横目に、
志保は悔しそうに目を伏せたまま何も言わない。ただ、その肩の震えが彼女の後悔や悲嘆を物語っていた。それから1年が経った。あれほど波乱を呼んだ情報漏洩事件は、社内監査と外部調査の結果、真犯人が有馬志保だと確定し、兄の有馬部長も一部関与していたことが判明した。結局、有馬兄弟は社内規定にのっとった処分を受けることになり、今では地方の関連会社へと移動している。もともと優秀だったことには変わりなく、今の職場でも周囲を支えながら地道に努力を重ねていると聞く。先日、ふとした機会に様子を見に行ってみると、彼らは穏やかな表情でこう言った。ここでは、有馬って名字だけで、必要以上に見られることもなくて、純粋に仕事が楽しめるんです。今はそれが何より嬉しいですね。傲慢さを捨て、真摯に仕事に向き合う姿勢は、かつてとはまるで別人のようだ。それはきっと彼ら本来の姿だったのだろう。いつか再び本社で肩を並べられる日が来るかもしれない。そんな一抹の希望を感じさせる表情だった。一方、俺はというと、社長の後押しもあって、正式に桜コーポレーションの社長に就任した。中卒の社長なんて、業界内外から散々面白おかしく取り上げられたが、それでも株主や取引先の理解を得られたのは、何より結果を出し続けたからだと思う。今では、社内にも学歴よりも実力で評価されるという風土が根付き始め、若手や女性の登用も積極的に進んでいる。その象徴の一つが、神崎舞が最年少で部長に就任するなんてな。俺は社長室のデスクに広げた社内報を眺めながらしみじみとつぶやいた。もちろん最初は年配の役員からいくらなんでもスピード出世すぎると反発の声もあった。だがきちんと数字を出して周囲を納得させたのだから誰も文句は言えない。むしろ社内でも神崎部長、あれでいて部下思いで面倒見もいいなんて評判になっている。そんな彼女と実はプライベートでも付き合いを続けている。最初こそ反発し合っていたが、ふとしたきっかけで食事に行く機会が増え、いつの間にかお互いの悩みを相談し合う仲に。今では社内でも公然の秘密状態だが、あえて大っぴらにはしていない。それでも周りは大体気づいているらしく、俺たちが一緒に出社しようものなら、秘書や同僚がニヤニヤと微笑むのが正直ちょっと恥ずかしい。そんなある日のこと、夕方、オフィスで業務を終えて一息ついていると、トントンと扉をノックする音がした。失礼します。社長、ちょっといい？現れたのは、オフィススタイルのジャケットをビシッと着こなし、落ち着いた表情をした神崎部長。以前のような尖った雰囲気はだいぶ薄れ、今では堂々と部下を率いる立場にふさわしい風格すら漂わせている。どうした舞？今日はもう上がる時間だろ？そうだけど、はいこれ。彼女はひょいと書類を差し出す。内容は次期プロジェクトの稟議書だ。ざっと目を通してみると、なかなか斬新なアイデアで、コストやリスク面も綿密に計算されている。相変わらず仕事はきっちりやるんだなと感心する。いいんじゃないか。問題ないと思うよ。じゃあ確認員ちょうだい。明日、朝一で企画部に回したいから。了解と返事をしながらペンを走らせる。よし、これで OK だ。俺が書類を返すと、彼女は満足げに笑った。だがその直後、舞は急に顔を真剣にさせていった。ねえ、ところで、なんで私、役員じゃないの？私最年少部長よ。それなりに実績も出してるし、そろそろ取締役クラスに上げてもいいと思うんだけど。彼女の目は本気だ。からかいではなく、純粋に疑問をぶつけてきている。まあ、確かに、部長だけでも十分すごいけど、それは困るだろ。社長の彼女が、いきなり役員にまでなったら、いくらなんでも、社内の風当たりが強すぎるって。それもそうよね。妙に納得したように彼女はうなずくと、肩をすくめて小さく息を吐く。まあいいや。もうちょっと待ってあげる。でもその代わり、社長に見合うパートナーだって証明するために、もっと頑張っちゃうんだから。お手柔らかに頼むよ。
俺もまだまだ勉強中なんだからさ。そう言って笑い合った後、彼女は、じゃあ今日はもう上がるねときびすを返す。お疲れ様、神崎部長。そっちこそね、社長。扉が閉まりかけたところで、彼女がふと思い出したように振り返り、小さく手を振った。その自然な仕草に、俺はどこか嬉しくなって、同じように手を挙げて答える。人は、どんな境遇からでも、渇望を糧にして突き進むことができる。どんな背景を持っていようと、努力をすれば、誰かがちゃんと見ていてくれる。今日も深夜近くまで残業した後、エレベーターに乗り込む。行き先は、ネオンに照らされる夜の街。その先に、俺の新しい夢や未来が待っている。そう思うと、心が少しだけ弾んだ。